あ、では作っていきましょうか。今回3種類作っていきます。1品目、スタンダードなエビの生春巻き。2品目、お刺身バージョン。そして3品目、なんちゃって北京ダック。以上この3種類を作っていく予定なんですけど、まずはそれぞれのタレを作っていきます。で、どういうタレなのかと申しますと、こちらがド定番のスイートチリソース。んで、こちらがごまだれ。最後こちらが甜麺醤だれ。以上今回はこういったラインナップでお届けします。ではまず、ド定番のエビの生春巻きに使うスイートチリソースの材料を、せーの。こちらからお水、砂糖、水飴、ニンニクのすりおろし、鷹の爪、お酢、お塩。で、いつもだったら比率でお伝えするんですけど、ちょっと今回具体的な数値でいきます。こちらから 200cc、100g、160g、20g、4本、30cc、10g。で、僕いつもcc というか、体積的な意味で皆さんにお伝えすることが多いんですけど、今回グラムもありますんで、そこはご注意ください。特にこの水飴なんかで言うと、水なんかよりも相当比重が重たいので、これを 160cc とかするとものすごく甘くなっちゃいますんで、あくまで 160g。で、今回の出来上がった時に、これ結構ドロッとしてるというか、ねちゃっとするソースになります。結構ベタっとついてくれるような。なのでもうちょっとサラッとしたソースがいいよっていう方は、水飴の分量をちょっと下げて、で、お砂糖をあげてもらえれば。では作っていきましょうか。って言ってももうすぐ終わるんですけどね。この鷹の爪を全部種ごと使ったら結構ビリッとくる辛さになるんですけど、僕はそこまで辛いの得意ではないので、4本のうち2本くらいは種は除こうかな。ここを落として、で、この鷹の爪を細かくみじん切りにしてもいいんですけど、今回パパッと作っちゃいたいので、こちらの高度文明機器を使いまして、鷹の爪とお水。で、この鷹の爪に文明を与えます。もう一瞬でバラバラに。あとは全部の材料を混ぜ合わせて、この水飴を溶かすように混ぜ合わせて、あらかた馴染んだらこれをお鍋にダバー。沸騰してきたら火加減を落として、焦がさないように底を取りながら、これのかさが3分の2から半分になるまでちょっと煮詰めていきます。この量だったら多分15分かからんかなぐらい。ちなみに今回の調味料の分量なんですけど、あれ全部2で焼く分できるようにしてありますんで、これの半分作るんだったらだいたい5分から10分くらいこうやって煮詰める感じかな。さすがにこの量はね、多分使い切らんもんね、普通は。今煮詰め始めて10分くらいかな。ヘラで底を変えた時に鍋底が見えてくれば OK。 あとはこれをボウルに移して、このまんまちょっと粗熱を取ります。で、まだ市販のスイートチリソースよりもシャバシャバしてる感じに見えると思うんですけど、これ冷めていくとどんどんドロッとしてきますんで、これの粗熱が取れたら密閉できる容器に入れて完成。で、ちなみに、どうでもいい話ではあるんですけど、僕がこういったソースとかタレとか作るとき、美味しいなって思った調味料、こういったものの原材料表記、こういったところを見ながら作ってます。これやったら砂糖、唐辛子、お酢、ニンニク、塩、増粘剤って書いてあるんですけど、とりあえず分かるものは全部用意して、増粘剤はよう分からんけど、とりあえず粘り気が出りゃええんやろう言うて、じゃあ砂糖の一部を水飴で変えたらいけるかなみたいな、そういった感じで。あとはちょっと汚いですけど、なんか細かく比率を変えながらチビチビやったりとかしながら、こうやっていつも作ってます。ではちょっと脱線したお話はここら辺にして、はい、次。では続いて和風バージョンのごまだれに参ります。そちらの材料をせーの。こちらからいりごま、砂糖、濃い口醤油、煮切ったみりん、ごま油。一応測ってみたら、こちらから 100g、40g、40cc、50cc、大さじ2ぐらい。ただ何分ほんと感覚でやっちゃうんで、もしかしたら最後合わせるときにちょっと上下させるかもしれないです。したらこちらのまずいりごまをフライパンにわさーっと。で、火にかけて、まずはからいりですね。焦がさないようにじっくりと。若干香ばしい色がついて、で、一粒一粒がぷっくらとしてきたら OK。で、こちら火を消した後もこのフライパンの余熱で焦げちゃいますんで、そこだけご注意いただければ。
軽く粗熱が取れたらこちらにも分明、結構激しい分明を与えます。そしたらだいぶごまから油分がじゅわっとにじめてて、なんかもうちょっとお団子状というかそういった感じになってきたら、ちょっとこれ以上の分明がちょっと厳しいんで、そのためのごま油、これを数回に分けて入れて、これで見事なドロッドロに、なんというかなんちゃって練りごまみたいな。でここにお醤油とか、あとみりんとか、そういったものをまた少しずつ入れながら、なんか僕前に一回全部一気にバッと入れたら、なんかね分離した記憶があるんですよね。だからちょっと面倒ですけど、ちょっとずつちょっとずつ。液体が終わったら、あとはお砂糖。ちょっとお砂糖多かったかな。バッチリ。でもってもうこのままでも美味しいんですけど、正直ねちょっと滑らかすぎてごま感がないんですよね、これ今の状態だと。なのでここでまたちょっとごまを追加で、蓋してすりごまになるぐらいまで。これで OK。 あとは手頃な容器に移せば激濃厚ごまだれの完成。でこれを使ってほうれん草のごま和えにしてもらったりとか、あとはバンバンジーとかそういったものにも応用できるし、これをちょっとお酢で伸ばしてもらって豚の冷しゃぶとかそういったものに使ってもらってもいいし、いろいろと使えるのかなと思います。ただこれ見てもらったら分かる通り、本当にもうドロッドロなので、ちょっと味が濃すぎるよっていう方はこれは煮切ったお酒で伸ばしてもらったり、なんなら普通にお水で伸ばしてもらったりとかしながら。で結局今回のお砂糖なんですけど、これで 10g だったんで、だいたい今回使ったのが 30g ですね。いつも通り概要欄にこうビシッと書いてると思いますんで、分量とかね、ちょっと混乱しそうだなと思ったらそちらのね内容を見てもらえればと思います。はい、次。最後が中華風の甜麺醤だれ。これ一瞬で終わります。では今回の材料をせーの。こちらから甜麺醤、蜂蜜、濃口醤油で、一応比率が、こちらから3対2対1、実際のところこれだけでもいいんですけどね。ただ今日はなんとなくこれらはただあと混ぜ合わせるだけで、ちょっと黒くて見えづらいですけどこれで完成。で普通の甜麺醤でこうちょっとサラッとしてるんで、生春巻きもつけやすいのかなと。あとここにお好みでごま油とかね垂らしても美味しそう。とりあえずこれにてタレ関係の準備完了。ではここから3種類の具材の下準備に参ります。まずはど定番のエビの生春巻きから。一応今回考えている具材がバナメイエビ、キュウリ、水菜、アボカド、パプリカではまずこちらのキュウリから参りましょうか。まずはお塩を振って、板ずり、あとはこれを水洗い。やっぱ板ずりしてあげるとこう緑が鮮やかになるというか綺麗になりますよね。そしたらまず天と地を落として、今回わりかしちょっと大きめに落とします。ちょっとこれをまっすぐビッとしたいのでここら辺は食べちゃいましょう。そしたらこちらをまずは3等分に。そしたら続いてこちらを千切り。これ今何をしてるかっていうと、まずはこの柳葉包丁をこのカックンってなってるこのしのぎ筋、ここのとこのこの面をまな板にビタッと、で先端のここのとこはつけたまんま、ここをちょっと上げて、ちょっとだけここのとこにちょっと隙間が空くように。で包丁の持ち方はこういう感じ、親指で固定して、あとはこの角度のまんまきゅうりを薄く削いでいくような感じ。これ何がいいかっていうと、最後残った部分がこれ全部種なんですよね。種というか綿、ここだけコロンと取れるんで、しかもなおかつこれだけの薄さで
細い細い千切りが作れるっていう、まだ下手っぴですけどね。でこっちの中心部分はまた後ほど。てか全然うまくいかんかった。難しいわこれ。ちょっと出直してきます。なんかもうちょっと上手くなってから動画ですらよかったな。まあでも失敗が糧となりますわ。よっしゃ、じゃあ気を取り直して、あとはここらへん。あとはここにすかさずレモン。これしてやんないとアボカドが真っ黒になっちゃいますんでね。もしレモンがなかったらお酢とかライムとかでも多分いけると思います。そしたら最後エビ。そしたらまずはエビといえばの背わた抜きで、こちら養殖物のバナメイエビなんで、そこまでねほら背わたは入ってるわ。入ってるものもいますね。基本的な養殖物は入ってないんやけどね。背わたを抜き終わったらまずはお塩。これがエビの表面のぬめりを取るためのお塩ですね。結構汚れが出ましたね。それはこのバッチリ水は捨てて、ここにお酒と片栗粉で揉み洗い。このお酒が魚介の臭みのトリメチルアミンを飛ばしてくれるのと、この片栗粉が表面のさらに汚れ落とし。どうせこの後塩茹でして殻むくんですけど、どうせ殻むくけん汚いままでよかろうと思っても、汚い洋服のまんまお風呂に入ってる感じなんですよね。だから一度清潔にしてからお風呂入りましょう。このお水がきれいに透き通るまで。そしたら次に 3% の食塩水を作って、それね、今回は無糖エビなんで茹で時間は2分かな。頭付きやったら多分3分とか、エビの大きさにもよるんですけど。よし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 、無事沸騰を確認。そしたらエビを投下して、このまま2分ほど。茹で上がったらすぐにおか揚げ。氷水とかに取らずに、もうこのまま自然に冷めるのを待つっていう冷まし方。なんかかっこいいよね。ざるに揚げといてじゃなくて、おか揚げしといてっつって。あとは冷めたらこれ殻むいて、で食べやすいようにこう背中からこう半分に切ろうかな。で一応背わたもチェックして大丈夫そうであればこれで OK。そしたらこれは出番が来るまで冷蔵庫で待機。そうしましたらお次が和ですね。んで具材がお刺身各種で三つ葉、大葉、みょうが。ちょうど冷蔵庫で三つ葉が余ってたもんで。で本日のお魚たちがアトランティックサーモン、カンパチ、マグロ。このアトランはもう間違いなく脂あるし、でカンパチも今回ハラミをセレクトしたので、今回のマグロは赤身で。ただ赤身と言いつつ、これ相当魚体の大きいマグロやったんでしょうね。細かいサシがいい感じ。で最後はちょっと開いて、こういう感じで準備。
でカンパチはここ半分に分けようかな。であとは薄く削いで、でマグロも同様に。そしたら続いて薬味たち。これにて和風の春巻きの下準備完了。そしたら最後が中華風というか北京ダック風で、具材が長ネギと空心菜の新芽と鶏もも肉で、さっき刻んだきゅうりの千切り、あれもここに加えていこうかな。でこの空心菜の新芽が言うなればブロッコリースプラウトならぬ空心菜スプラウト、これが美味しいんですよね。そしたら最後3種類目も張り切って参りましょう。そしたらまずは鶏肉はいつも通り、まずは太い筋を外して、でこうした取り残した血管と余分な脂肪をそぎ落として、これにて準備 OK。 そしたらここにお塩と胡椒と今のが白胡椒ね。そしておろしにんにく、あとはこれを身の方によーっと揉み込んで下味をつけてあげれば準備完了。特に皮の方はいいかな。でこっちの筋やらそこら辺はまた後ほど。で長ネギ、本当の北京ダックだとこれ白髪ネギにするんですけど、言うても今回なんちゃってなので中心がもったいないので、今日はこういうカットでいきます。そしたら最後こちら下味をなじました鶏肉はフライパンにごま油で火にかけて、そしたら皮面を下にしてフライパンに落としたら火を落として押さえつけながら皮をパリッと。これに関してはじっくりじっくりいきましょう。あとは裏返して身の方にも火を通すだけ。もう特に蓋はせんでいいかな。結構皮の方から火も結構入ってると思うし、裏面2分ほど焼いたらこれを取り出して、バッチリ火も通ってますね。一応これにて全ての生春巻きの具材の下準備終了。よっしゃ終わった。もうお腹すいた。そしたらいよいよペーパーで巻いていきましょうか。まずは40度ほどのぬるま湯にペーパードボンで、ちょっと硬いかなと思うぐらいのタイミングで引き上げて、ほいほいほい。そしたらまずはド定番から。まずは下から折り上げのここで一旦キュッと締めて、でサイドを畳んで、より見栄えがいいようにエビはこのタイミングで、でこれをきつく巻いて、これで1個完成。
あとはひたすらこれの繰り返し。てか完全に忘れてた。このまな板とライスペーパーの間に1枚ラップをねかましてやらんとこのビターっと張り付いちゃいますんで、完全に忘れてた。快適快適。そしたらあとはこれを食べやすいように斜めカットしてあげればスタンダードタイプの生春巻き完成。よいしょ。あとは中心に自家製チリソースをもさっと、あとはあしらいとしてピーナッツをバッキバキにしたものを振りかければ、これでスタンダードタイプの生春巻き完成。そしたら続いてお刺身バージョン。まずきゅうりで三つ葉。三つ葉は香りが強いけどちょっとでいいかな。こういったみょうがとかもで大葉、あくまでつま的な感じなのでちょっと添えるぐらいでいいかな。でさっきと同様一旦下を折ってでサイドを折ってでお刺身。表面に来る側が多分こっちより皮目の見えるこっち、ここが来る方が多分綺麗に見えると思う。これを思い思い。あとはちょっとアクセントにとびっこ。てかこれ福岡でとびっこなんですけど、全国的にはこれとびこって言うんかな。この間コメント欄で結構とびこって言いますっていうのがあったっけ。どうなんだろうね。あとはこれを巻いてこういった感じでドガンでしょ。よいしょ。あとは思い思いにイクラなんか散らしたりして、これでお刺身バージョン完成。じゃあ最後北京ダック風。まずきゅうりもさっとで空心菜の新芽で長ネギ。この長ネギは水にさらして辛みを抜いてないのでちょっと控えめに。もさって入れたら相当辛いと思うこれ。で下折って横も折ってなんちゃって北京ダック。これを包んでこんなんでどうでしょう。よいしょ。これで北京ダック風完成。なんか南国のフルーツがこう並ぶと一気にそれっぽくなるね。というわけで3種類の生春巻きは作り終わったんですけど、きゅうりの芯とかみょうがの芯とか、あと鶏肉の筋とか、あとちょっと余っちゃったエビとかパプリカとか。さあこれどうしようかっていう子たちをスープにしちゃいましょう。もうどこのご家庭にもあるでおなじみのこちらのトムヤムクンペーストを使いまして。ではここから先は、皆さんの頭の思考回路をオフにしてください。特に深いことは考えない。規定通りのお水。そしたらペーストを加えて、沸いてきましたら火の通りにくそうなものからもうポイ。もう何も考えずにポイ。強いて言うならエビを一番最後に入れようかなぐらい。硬くなっちゃうので。で、このキュウリの芯のところ、こことかも冬瓜とかと同じウリなんで、キュウリも。多分ね、スープにしても美味しいと思っちゃうんで、ものは試しということで。具材に火が通ったら最後エビを落として、もうこのエビ一度湯がいてあるんで、さっとぬくめ直す程度。で、味を見つつ、お好みでナンプラーとか、ライム絞ったりとか、あとドライパクチー振ったりとか。僕基本パクチー苦手なんですけど、とりあえずこれで、トムヤムクンスープの出来上がり。はい、これで生春巻き3種セットの出来上がりです。では実食編へゴー。お腹すいた。というわけで無事に完成しました。生春巻き。いやもうやべ、相当腹減った。早速食べていきましょう。いただきます。ちょっと今日完全なるすきっ腹なので先にちょっと入れたいということで初手安定の汁物。めっちゃいい香りする。まあそりゃスープは美味しいよね。もう売ってあるもんだからね。問題はこっちよ、具の方よ。まずこれきゅうりの種。これめっちゃ美味しいよ。いやこれ冗談抜きで美味しいわ。この使い方ありやな。
もう完全にウリって感じ。全然煮込んでないから冬瓜みたいにこうとろっととろける感じではなく、ちょっとねシャキッとした歯ごたえが残ってるウリ。こっちの皮がついてる方も全然ありやね。みょうがも全然あり。パクチーと比べたら全然影が薄い。あんなに香り強いんやけどね、みょうがって。で、その他のエビ、鶏皮、そこら辺に関しては問題なく美味しい。そんなでもどれから参りましょうか。やっぱオーソドックスでいきます？やっぱこれからいこう。この自家製チリソースべっちょりつけて、うまっ。もう個人的にはもう満点やね。てかこのソースうまっ。やっぱ食感としてはもうこの水菜のハリハリ感が一番強いよね。で、口入った瞬間もうこのチリソースのこの辛みと酸味、あと甘み、それがドーンときた後、水菜とかそこら辺も抜けた後、ほのかに優しくエビがいる。もうめちゃくちゃ主張してくるっていうよりかは、ほんとね、なんだろうね、大和なでしこって感じ。で、火の通り方もバッチリでしたね。全然硬くなってないというか、ジューシーというか。で、水菜、パプリカ、エビ、この3つとも油脂分がないんで、どうしてもね、ちょっとさっぱりしすぎてるところに、後を追いかけてくるアボカド。もう問題なく美味しい。ここにトマトとか入っても美味しかったかもね。僕はもうこれだけで十分なんですけど。だから今回のチリソース結構うまくいった。ちょっと市販のやつと食べ比べしたい。こっちが自分で作ったやつ。んで、こっちが市販の美味しいやつ。いや、相当近いと思うよ、これ。こっちの方が若干お酢というか酸。それがちょっと強いかな、こっちの方が。僕のやつの方がちょっと甘いかも。で、辛みも抑えめって感じ。いい晩酌。でもあれやね。こんだけ食べると、いくら辛さ抑えてても、蓄積されていくね。汗やば。だからあともうちょっとこれ楽しんだら、こっちのお刺身行こうかな。ちょっと僕黙ります。大変美味しゅうございました。じゃあお次がお刺身。じゃあここら辺行こうかな。この自家製ダレでべっとりつけて。いや、ちょっと待った。タレつけすぎた。何食っとうかわからん。多分こんなもんでいいんじゃないかな。いや、美味しい。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 美味しいんやけど、せっかくのお刺身感がちょっと薄れるかな。一旦このまま食べてみようかな。このままでも美味しいわ。とびっこの塩分でね。ちょっとごまが強すぎたんかもしれん。いや、美味しいんよ。美味しいんやけど、こっちの方が素材がわかる気がするな。でも今のところ、僕こっちの方が好きかもしれん。どちらかといえばっていう話なんですけどね。これはこれで好きなんやけど。で、ちょっと思ったのが、そこまで大葉が主張してこないで、もうちょい入れてよかったかな、三つ葉も。特に三つ葉が一番影薄いかな。薬味がもっとお好きっていう方やったら、もうちょっと入れてもいいかもね。ちょっとこれもう一回リベンジしたいな。したらいよいよこちらの北京ダック風に行きましょうか。いや、実はね、これが僕の中で一番楽しみだったんですよ。でもこれ絶対うまかろうと思って。じゃあ、大ぶりなここら辺行こうかな。いや、ちょっとこれあれだわ。ちょっと鶏肉若干小さいわ。こっちの鶏肉でかいやつにしよう。甜麺醤ソースバシッとつけて、
あ、もうバカほどうめえ。これはうまいわ。あ、でも俺もうちょっとつけていいな、ソース。もっとソースべしゃべしゃにしていいかもしれん。あ、こんぐらいつけていいね。あ、うまっ。んで結構ね、空心菜の新芽、いい味出してるね。独特な香りというかね。またキュウリのパリパリがまたええわ。てかあれやね、生春巻きってこんだけお野菜取れるのがいいよね。なんかすごくヘルシーに感じる。実際どうなんかは知らんけど。結構ソースが甘いけんなんだかんだカロリー高そうやけどね。で、僕の実食のこの動画、結構僕カットで繋ぎ合わせるんですよ。早送りじゃなくて。それなんでかっていうと、一回早送りでしてみましょうか。この編集を。いつも通りな感じでいきますね。普通の北京ダック、あれと比べると、お店にもよりますけど、基本的に北京ダックって皮のとこを食べるんですよね。もっともっとパリッパリにして。お店によっちゃね、身ごと切ったりもするんですけど。でも、これの場合ね、身が美味しい。ちょっと時間が経っちゃって、皮がしなっとしてるってのもあるんですけど、正直この皮よりも身の方が僕好きやな、これ。なんでこんだけキュウリを巻いとるけん負けるんかな、食感が。なんだっけ、北京ダックの包むやつ。皮みたいなやつ。あれよ、薄い餅って書くやつ。なんか、キャンピンみたいなやつ。やっぱあれを若干放出させるような感じよね、このライスペーパーって。いや、これうまいわ。なんやったらこの3つの中で僕一番好きかもしれん、これ。いや、多分ね、この甜麺醤のソースにするんじゃなくて、普通に甜麺醤ベトでも美味しいと思う、これ。で、なんだかんだ多分これが一番簡単に作れた気がする。手間的にね。これ今度また作ろう。やっぱ僕これが一番好きかな。味的にもってのもあるんですけど、これが一番お腹に溜まる。食べてるって感じがする。ライスペーパーで巻くっていう手間はどうしてもね、かかっちゃうんですけど、もしご機会がありましたら、ぜひ。なんとなくわかりました？早送りでやると、めちゃくちゃテンポが悪くなるんですよ。見づらい。そして何より、編集ファイルがめっちゃ重たくなるんですよ、早送りすると。他にも何個か理由はあるんですけど、そういった理由で、早送りじゃなく僕の場合はカットで繋げてます。だからもし大食い動画が見たいと思って僕の動画を見てて、なんか物足りんなってなったら、他にもいっぱい大食い YouTuber、マックスとかロシアンさんとかいっぱいいますんでね。ゆかさんとかアントゥーとかラッスンとかね。そっちの方でちょっと解消をしてもらえれば、僕はもうこれからもこんな感じでぼちぼちいきますんでね。ゆったりまったりと。やっぱ楽しくご飯を食べるのが一番。まずこちら完食。でもやっぱなんだかんだ美味しかったですね。もう一回これ食べたいですかって言われたら、はい、ぜひお願いしますと僕は答えるんですけど、これを和として捉えるんであれば、なんて言うんだろうな。一体何の食材の良さを引き立てようと思ってこの料理を作ってるのかがわからない。なんか言葉が強いな。でもそういう感じ。で、違うジャンルとして捉えるんであれば、なんだろうな、ちょっと主張が弱い。なんていうか、どっちつかずような感じになっちゃったかな、今回。でもやりようによったらとか、魚の種類とか変えたらもっともっと美味しくなりそう。それこそもっと薬味の種類を減らすとかね。なんかそういう感じだった。でもおかわりいりますかって言われたら、はい、欲しいですって僕は言います。とりあえずこの子は一旦こっちにバイバイ。ちょっと広くなりましたね。じゃあ僕ちょっと一旦このトムヤムくんのおかわり行ってきます。ちょっと体が冷えるんよ。よいしょ。で、もう一丁ライム絞って、皮ごとポン。ぬくもる。そんならば続きて参りましょうか。でも思ったけどこれ普通にこっちのごまだれでこれ食べても美味しいんやない？ほらね。でも今回はせっかくやからこっちを使おう。てかもう残りもあとこんだけしかないんですね。そんならばラストスパートで参りましょうか。じゃあラストスパート。うまっ。ドラゴンフルーツってこんな美味しいんやね。初めて食べた。
なんかすごくお上品になったキウイみたいな。あ、うまっ。あ、もうまた今度これ買おう。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。いやー、大満足やわ。もう今日腹ペッコペコで、多分調理編の序盤とかも結構僕テンション低かったじゃないかなと思うぐらい。いやー、満たされた。うわー、今日めっちゃいいエネルギー出そう。でもやっぱあれね、こんだけ野菜取れるといいよね。食物繊維相当取れた気がする。そしてドラゴンフルーツがめっちゃうまかった。で、今回生春巻き作ってみて、味も美味しいし、で、カロリーはよくわからんけど、なんかすごくヘルシーな気持ちになれるし、で、いろいろとアレンジもできるし、なんかいいとこ作りやなぁと思いつつ、やっぱこう、ライスペーパー1枚1枚水で戻して、で、こう巻いていくっていう作業。やっぱ時間はかかるっちゃかかるね。まあ、その分愛着というか思い入れはね、深くなりますけどね。いやー、今日の晩ご飯はいい感じだったな。で、次回は何を作りましょうかね。まだわからんけど、なんか久々になんか天ぷらとかしたいな。まあ、まだわからんけど、その時になってみらんとね。っていうところかな。では今回はこの辺になろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。